でいずれにせよですね、こワクワクすることにね従っていくと何かヒントが見えてくるんじゃないかなと思います。で今、私自身が感じることとしては、空間っていうこととこの知覚、認識するっていうことがすごく関係しているのではないかっていうことですね。例えば意識の問題を取り上げるときに、どこにあるのっていう問題があると思うんです。さあ脳にあるんですかと、指先にあるんですかと、体のどこかの中にあるんですかと、どこにあるんですかっていう問題でもあると思うんですね。人体で言ったらその脳に神経細胞がたくさんあるからそこに関係してるんじゃないかっていう相関関係があるだけで、脳の中に意識が存在するっていうね、確定してるわけじゃないと思うんですね。なので意識の問題っていうのはまだうまく観測できないから、どこにあるのかわからないっていうね。どこにあるのかわからないっていう時に、あれそもそも空間って何なんだっていうですね、話に戻ってくるっていうことだと思います。だから今日これ何か答えが出るものではないので謎かけが多かったりすると思うんですけれども、でもですね、多くの方がですねこういった、問い、にですね向き合うことで、途中でお話ししましたように、こういったことっていうのは一人の人では何か成し得ないことだと思いますので、コクリエーションによってですね生まれていく、新しいものが生まれていくってことは違いないので、そういった刺激になっているといいのかなと思いました。ということでですね、では続きまして、澤さんなんですけれども、宇宙って何でできてる、あるいは自分って何でできてるっていうことに関して、あるいはリンゴって何でできてるってことに関して何でもいいんですか、思うことはありますか？なんか経験しようとか、なんかすごいワクワクしようとか、なんか知りたいなっていうエネルギーがいっぱいなんか集まってできてるような感じがするんですよね。なんかそれがないとなんかもう本当に暗黒っていうか何もなくなってしまうような感覚があるので、意識でだからフォーカスな、こう一点フォーカスってしたところがなんかそこにあるような気がして、私はその絵を描くので、その絵を描くときにこれが描きたいなって思ったら、そのフォーカスしてこう周りものエネルギーも描きたいし、その中のだからリンゴだったら味とかひっくるめて描きたいし、もう描こうというすごく集中して探求して意志があるとできると思うので、やっぱり意識っていうのはそういうものではないかなって。でそれでなんかみんながワクワクして世界もできている、宇宙もできている、それがないと何もないかなっていうのが、はい、こう感じることです。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱこういったコラムっていうのはですね、何一つ無駄っていうのはないと思うんですよね。今すごく大事だなと感じた、キーワードっていうのが、意思とか、あるいは、欲求、何々したいっていう、意思、欲求、意思ってことだと思うんですけど、そうするとその意思とか欲求っていうのは
何なんだろうっていうことになるのかなと思います。から沢山説だと最初にこう意思ありき欲求何々したいっていう欲求ありきっていうことだと思うんですけど、じゃあそれは、意思なら意思は何だろう、それはどういう現象なんだろうってことだと思うんですけど、いかがでしょうか。意志が現れる前っていうことですね。何なんだろう。神子先生何だと思いますか。いいですね。これも振るのもいいんじゃないですか、ね。私自分がびっくりしましたけど。はいはい。ね、よく今すぐ聞いてて思い出したのが、ライオカ先生がね、ハートの願いを叶えていくっていうのをすごい思い出したんですけど、でも本当にそう、究極入り口となってずっとつながっているって感じがしますけど。はい、ありがとうございます。いいですね。振るなよ。いやだって本当に分かんない。そう分かんないからでも分かんないからまさに今知りたいっていう意思が発生してるっていうことだと思うんですよ。そうですよね。そうそうだと思います。そうすると知りたいとかいう本当の意味でのその分かりたいっていう意思っていうのがそれはどういう現象なんだろうっていうことでもあると思うんですよね。で、今私が思うのはそれっていうのは言い換えると生命とは何かって問いだと思うんですよ。これもまだ科学が解明していないことで生命って何っていうんですね。生物学っていうだから生物なんですよね。生命学じゃなくてまだ生物学なんです。だからそれが、化学物質としてこのように、酵素があってみたいなそういうところは住んでる。でも生命って何なのっていうね、そうなるとちょっと哲学の領域でしょみたいな風になってるんですけれども、だから今その哲学って言われているものと、科学っていうのも、統合していくのが、ワンネスだと思うんですけれども、例えばこう澤さんが言うところの意思っていうのは、その結果何が起きるかって言ったら増えるっていうことと、統合なのかなと思うんですね。増えるっていうことで言ったら明らかに生命が持っている性質だと思うんです。増える。知りたい。増えるっていうですね。でまたこの知りたいっていう知るっていうのが、我々がこう見てる情報を知るっていうよりもっと根源的なものだと思うんですね。体験したいっていう、そのまま体験したいみたいな意味だと思うんですけれども、ですね、科学として探求していくときにもう一つ重要なですねキーワードがあるんですけど、定性と定量っていうですね、用語があります。定性っていうのは性質を定める、定量っていうのは量を定めるです。だから例えば水っていうね、これはだから600ミリリットルあってその中に52ミリ52マイクログラムバナジウムが入ってるみたいなね。この科学になるときに量にできないと最終的に実用ができないっていうねところがあると思うんで、この量っていうのが大事なんですね。でもう性質っていうのは性質であって例えば水だったらさまざまな水の性質があると思うんですけれども、この常温ではですねこの液体として液体っていう性質とか、あと氷になって氷で硬いっていうで結晶化して硬いっていう性質とかですねあるんですけれ
ども、例えばだからこれは氷になる時はこう0度ってね、これその温度を数字にしてできてるわけですね。でこれがこう液体から気体っていうですね、すごく自由な状態の時は100度っていうですね、温度っていう数字にですねなっているんですけれども、確かにここまでのその、スピリチュアリティと科学の、溝っていうと変ですけれども、何か波動があるとか何とか言うけど、それってこう量になるのというところだと思うんですね。だから面白いことは、その阿弥の世界ではですね、愛の度数っていうのを数値化してるんですよ。この愛の度数っていうのは700だよねとか800だよねとか1000だよねみたいなことをね、言ってるっていうことですよね。で今ちょっとこういう科学っていうテーマが初めてだと思うので、あんまり今慣れない話を聞いてるかもしれないんですけれども、から例えば愛が大事っていうのは量の話じゃないんですね。その大事さっていう、どちらかというと意味の話だし、で愛を誰かに与えると温かくなるっていうのは、これは性質の話ですね。量の話じゃん、っていう感じで、例えばですね、生命っていうのがこう増幅するっていう話に持っていくとき、その量にすることができる可能性があるんですね。1+1 が2、2+2 が4、いや 4+4 が実は10になるかもしれない、10+10 が実は100になるかもしれないみたいなですね、量に、していくことが、できるっていう感じだと思うんですけど、これは前提の話ですね。科学が持っている最終的には量になっていくといいんだよねって。ただし量にこだわっていると大事なものが見えなくなるっていうこともあります。つまり数式だけにこだわっていると、これ結局どういうことなんだろうっていうのが見えないことがあるんですね。結構現代科学っていうのは、そのような側面もあると思うんですけど、先に数式が分かって、数式的にやっていったらなんかダークマターがあるぞとか、そのですね、なんかこういうものがあるんだけど、でもその意味はよく分かんないみたいないうところもある。だから数式がダメってわけじゃなくて、その両方揃ってですね科学になるんですけど、そういう、前提が、あるっていうことだと思います。で例えばだからこの意思っていう時に、それっていうのはどういうふうに、あるいはこう、増えていったり、あるいは減ったりするっていうですね、いうことだと思うんですけど、今の話でこう言うと、澤さんが言っていることっていうのは、知りたいっていうのはやっぱ増えるってことだと思うんですよ。量が増えるってこと。もともと自分が持っている何か量があるんですよ。で知りたいで知ると何かその量が増えるってことだと思うんですよ。それを愛と表現するのかもしれないですけれども、だから知るっていうのは愛の量が増えるっていうことかもしれないですね、澤さん的に言ったら。ということは、知るっていうその現象っていうのは、その何かの量が増えていく作用だってことだと思います。それは純子さんが言ったひょっとしたら共鳴っていう言葉かもしれないですね。そうするとこう量が増える。